シンプルな技だと飛燕突きですね。なので間によけて入るときに入ったらもう最高です。止めに行くのとスピン出すのってまたスピード感がまた変わってくると思うので、こう細かくすると1、2ってなっちゃってるんで、こんな感じです。で、その入って、流していく瞬間に打つみたいな、このままもう一連でスーッってなると、もう空手の技とかでもよく技を最初覚えるときは1、2、3って分けて、動作としては覚えていくんですけど、その頭の中で1、2、3って言っちゃうと動作が分かれちゃうんで、ちょっとずつその1、2で2つをやったりとか、1で2つの動作して3の動作をで1、2で終わらせたりとか、最終的にこれが1で終わるようにっていう感じで、頭の中で数を数える数え方を変えるっていうのは道場生にさせていただきます。まさに素晴らしいと思うんですけど、拍を減らしていくというか、私は表紙って呼んでるんですけど、なのでこう1、2とか1、2、3、4っていうのを1打ちたいっていう感じですね。そうですね。なのでこのそうなんですよね。頭の中で1、2、3っていうとどうしても動作が1、2、3に早くならないですよね。拍取っちゃいますからね。シンプルな技だと飛燕突きですね。飛燕突きジャンプパンチなんですけど、タイルの場合はこの3節って一回しっかりこの抱え込まなきゃいけないので、万字蹴りとかに特に使うんですけども、相手がこの万字が来た瞬間にしっかり肘膝が2つぐらいその肘関節、膝関節、手関節で守ってパンチみたいな技なんですけども、万字蹴りがこうあったらその腕をすり抜けるようにバッていくんですけど、ちょっとじゃあ万字蹴りの形を取っていただいてよろしいですか。万字蹴り染まる動作は結構難しいですよ。万字蹴りあれなんですよね。前回もうちょっと離れた方がいいです。前回万字蹴りを教わった時に万字蹴りが見た目以上にめちゃくちゃ難しかったんですよ。そうなんですよ。でも本来膝つかないんですけど、ちょっと膝ついていただければ、そうですね。で蹴っていただいて、そうですね。この状態の伏せしてみたいな感じの技ですね。目の前から聞いて何されてるか分からない。なので例えば前回し蹴りをちょっと蹴っていただいた時にこういうのも同じ発想ですね。そうですね。蹴りに対してこの円でなるべく直線のこういう交差をしていく時に突きを打っていくっていうような感じの、それにジャンプを加えたものという感じですね。でキックボクシングでたまにスーパーマンパンチみたいなやってると思うんですけども、感じでこう打つ選手も結構いますね。タイロだと3節っていうのが取れてないとちょっと技としてあまり成立しないのであまり取られなかったりするんですけども、それなりに有効な技というか。ボクシングってジャンプしちゃダメなんですかね。なんかやらないですよね。キックボクサーは結構やりますよね。そうですね。ボクシングでジャンプしたらせいぜいこういうっていうのはあっても、確かにこういうのはあんま見たことないですね。で私たちの場合このつくのか蹴るのか分からないっていうのがあるので、このままこうバーンって関節入れるとかも関節は蹴っちゃダメなんですよ。じゃあももとか全然狙っていいと思いますね。このギュッとした状態ですよね。空手とかでも演舞とかでちょこちょこあるかなと思うんですけど、一回こうギュッとして打ってくる場合ってこの点で出てくるので、防御するときにどこ来るのかなって分かりづらかったりすると思うので、その時に好きっていう発想もさらに加えているって感じですかね。これをどれか1個ぐらい一番難易度が低いやつを教えてもらっていいですか。そしたら海上好きか、それから極真空手の方々って何気にみんな後ろ回し切りうまいので、後ろ回し蹴りからそのまま作ってそうですね。なるほど。ちょっと一回後ろ回し蹴りを軽くこういうそうですね、うまいですね。上で、ここで蹴った後にそうですね、口でつくと。そうですね、それか右でつくか。右です。そうですね、右でつく場合っていうのはそのままこの後ろに足を引いて、まさに空中でスーパーマンパンチするって右利きが打ちますよね。あれですね、ここの
線路を成立させるために右足を引いてそのまま右で打つ。そうですそうですそうです。ポイントなのは右足引くんですけどインパクトの時にはちゃんと前にキュッて打つっていうのがポイントですね。はい。うん。あ、そうですね。でもワン動作入っちゃうな。素晴らしいですね。まさにその通りでそれが分かってらっしゃる。さすがです。はい。ああ、それですそれですねそれですねそれですね。なので大体避けて入るときに入ったらもう最高ですね。こうドーンって入ったらもう最高ですね。はい。うん。あとはそのまま左で打っても OK ですね。でそうですね。でこの場合は逆にちょっと今日左で打てないからずけああそうかそうかそうか。はい逆の後ろ回し切りってどうですか。でそのまま右で打つんです。その場合は着地と同時に打っちゃうんですけども次は足引かない方がいいですね。そのまま足を前に出しちゃいます。前に出して打ちます。はい。前に置いて、そうですそうですそうです。めちゃくちゃ嫌ですね。なので後ろ回し切りが来て、よく手前にうわーってですね。そうですね。このこうのところにゴツンと入るんですね。初めからこいつはフェイントで使っちゃう感じ。あ、そうです。もうバックステップのタイプに対してこの動きがするタイプだったら、ああそうですね。嫌ですね。でちなみにちょっとなんか私もやってみますね。こう来てこれってちょっと避けづらいと思うんです。なんか避けるというか攻撃される発想がないと思うんですけど、そう意外に大技を外した後って相手ホッとするんで結構狙い目だったりするんですよね。で例えばこれを蹴ってこのローもいいですよね。そう結局この要は右足が中段構えのこのイメージなんですよね。右足が前に出たら当然そっちに来てでもちゃんと現代して戻ってこれるっていう発想ですね。この蹴るこの打つみたいな感じですね。はい。ずっと剣技にこっちもあ、そうですねそうですねそうですね。はい。そっか後ろ回しの後の展開面白いですね。面白いと思う。極真空手の方々って練習多岐にわたるので大体後ろ回し切りってもう移動稽古で普通にやってますよね。なので相性はいいんじゃないかなと思いますね。これはあれですね、パンチ以外でも発展しそうなきっかけをもらった気がするな。だからこの振った足はそのまま遠足になってるっていうことですね。足は置くっていうことはもうその辺がステップであるっていう考え方で多分同じような発想は多分たくさん持たれたことがあると思うんですけども、なのでこの技に関してはそれは内容とかはないです。なので私たちの場合は例えばそうですね、胴回し回転蹴りみたいな蹴り技だと私たちはお尻からベトって落ちることはほとんどなくて必ず手はついてすぐ立つで待てはかからないっていうのがあるので要は大技も必ずそれがステップになってないといけないです。運足につながらないといけないというのがあるので、当然後ろ回し蹴りだったらもうそのまま絶対やりやすいっていう感じです。さっきのまんじゅう蹴り方だったらもうちょっともう起き上がる難易度が上がるんですけど、やっぱりこの振り返るっていう動作が入ると狙いが絞れなくなりますよね。でそれをこう狙いを絞れるように普段から訓練するっていうのが太陽の考え方だと思いますね。そうか、待てがかからないからどんな動作の後だろうが、次の動作に繋がってなかったらもう危ないです。そこにいたらやっぱりそれで終わりますね。いい技あり取られちゃいますね。そうか。でもそういう発想があるからそういう発展をしていくんですね。そうですね。転びそうだったら必ずすぐ構えます。でそこを相手が追ってくるので相手がこう力もそのまま普段できないっていう感じになりますね。面白いですね。その待てがかからないからこそどんな大技だろうが転ぶような大技だろうがそれがステップに次につながってないといけないっていうのはそうですね。なるほどですね。面白いな。多分本当に戦後直後の発想なんだと思いますね。こう銃が乱れ飛んでる中で、なんか当時の軍隊の訓練で機械体操みたいな訓練すごい多いんですよね。なんか怒号を越えて、そのままこう構えてって打ちに来る練習とかそうやってるので、とにかくこう早く移動するっていう方が重要なんでしょうね。で受けれない、受けたら死んじゃう。そうそう、剣を受けたらもうその時点でやばいですもんね。そうですね。ましてやもう銃の時代なので、もうなんか基本的にもう避けれるものではないけど避けないと死んじゃうっ
ので、そんなの避けなくてもいいよ、そんなの無理無理みたいなところを頑張って避けるみたいな練習ですね。まあちょっとあれですね、パンチを教わったんですけど、一番の収穫は、蹴りを外した後の動作につなげるっていう発想でったんですね。やっぱりこの精神のところがすぐにその工夫のところに行くのがコウキ先生のさすがですね。ちょっとフルコンの人はそういう考えで、まあそれこそ毎回あれですけど、フルコンの人じゃなくて応用の仕方いくらでもあるので、よかったら参考にしてみてください。ありがとうございます。いただきます。はい。こんな感じになります。はい。でこれが例えば足とか、はい。筋とか、で腕とか、まあその辺はさじ加減なので、はい。怖いです。結構横から見るのと結構違いますよね。しゃがまれた瞬間、えってなりますね。はい。やっぱりあとこの止めに行くのと足出すのってまたスピード感がまた変わってくると思うので、なんだったら手とかでもいいやって感じで蹴れちゃうので、はい。面白いと思います。ありがとうございます。はい。少し踏ん張ってもらって、ちょっと軽く、普段見て思ったことないですね。ないですね。ちょっと軽く蹴りますね。はい、どうだろう。ちょっとずつだけど、もう最初本当足だけにしますね。はい、おお。これでお腹いっぱいです。あ、どうも。いいです。こことここが分かれちゃってるんで、こういうイメージでここから来たやつをそのまま受けたいです。ここで地面、構えてますよね。こう母子球側でぐーっと地面を蹴り始めて動きが始まるんですけど、ちょっと構えてもらっていいですか。でちょっと膝の上に肘を、あ、そうさっきよりです。そう、あ、全然いいや。ありがとうございます。ありがとうございます。それで全然色変わるんで。よかった。まあパンって連打で速くするとかはもうで、これで帰ってくる反作用でパンって次引いて、でパンって引いたらもうこれが引けてるんで、パンっていうのができるんですけど、さっきの話だったカチャってセットするときとかは結構どう叩きましょうか。じゃあ何パターンかいきます。はい。はい。普通にドン。よいしょ。おー、勝った。今が固めです。ゴンって当たってた感じですね。はい。おお、中に入る。中に入る。中にちょっと残すケースに来る。これも中に残すケース。あ、これ気持ち悪いな。それは手の置き方的なあれなんですか。そうですね。中に衝撃がこの運ぶ運動にいかないように、そんな感じです。中に刀は鞘を左手で引いて抜くっていうふうに教えるところが多いんですけど、これすると今度刀抜くのが遅くなります。これでさすがに強い。それがこんだけ左右に振るのはあんまりないですね。今まで動きが追いつかないみたいな感じです。一瞬でめちゃめちゃ動くんで、だからめちゃめちゃ結構ロングにいつも以上に。前とかもスパーリングの時とかもそこからここまで来るのっていうじゃあ閉めます。今日も最後は YouTube を見ていただきありがとうございます。僕も中野先生の、生体聖堂精神チャンネルに、出演させていただいてますので、ぜひそちらもご覧ください。中野先生のチャンネルでは先ほどちょっと対談会みたいな形で、はい、僕のなんかいろんなことを根掘り葉掘りコウキ先生の秘密の場所まで話聞いちゃいましたね。なんか変な話までしちゃいましたけど、よかったらそちら絶対初出しですよね。初出しですね。
よかったらそちらを見てみてください。お願いします。すごいクレイジーです。ミスタークレイジーを隣にしてそんなことあれなんですけど。おっ僕のチャンネルは見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週基本18時に更新しています。動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、これからも空手家講義と YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっすありがとうございました。今回お届けするのは、避けられない攻撃を出すための間合い操作術です。僕の空手の技術の一翼を担う本当に超大切な技術で、概念自体はものすごい単純なもので、知ってしまえば正直そんなことなんですけど、僕にとっての秘伝と言ってもいいレベルの技術なので、要点などについて、絶対に